のこんにちは、ブリブルです。私たちは2025年6月から世界一周に出発する30代の夫婦です。今回の動画では私たちの旅のスタイルや世界一周のルート、期間、それから気になる予算まで全てお話しします。ちなみに、世界一周に行く理由については前回の動画でマジンさんが語っているので、ぜひそちらもご覧ください。では、旅のスタイルについてお話しします。私は学生時代は、いわゆるバックパッカーとしてバックパックを担いで、主に東南アジアを中心に、観光スポットを淡々と巡るような旅をしてきました。で、宿についても極力安いゲストハウスに泊まって、食事もね、1日に2食とかに抑えて、極力節約する旅をしてきました。今、30代の半ばになりまして、やりたいことやったり経験にお金を惜しまず使うということと、あとは一つの都市に長期にゆったり滞在するようなスタイルを好むようになってきました。なので今回の世界一周の旅もね、1拠点に1ヶ月とか長期で滞在してゆっくり生活するような旅をしていきたいと思ってます。今回の、世界一周についても夫婦でね、仕事を辞めるという我々にしては大きな決断をして、行くので、お金に関してはあまり切り詰めすぎずにしっかりお金を使う旅にするっていうのがサブのテーマでもあると思っています。ケチな性格なので本当にそれが実現できるか分かりませんが、人生一度きりの旅となると思うので、できるだけ経験にお金を惜しまず、旅をしてみたいなと思います。私の場合は今後海外就職だったり、海外移住も視野に入れているので、今回の旅がプチ移住体験みたいな感じで、暮らしてみたい。旅だけど暮らしみたいに過ごしてみたいなと思っております。次に世界一周のルートについてお話しします。まず前提としては、私たちは世界一周航空券を利用して世界一周します。世界一周航空券の詳細については割愛させていただきますが、簡単に言うと、使い始めてから1年間が有効期間となってまして、最大で、12区間のフライトに乗ることができて、最終的に出発地に戻ってくるという航空券になっています。で、世界一周航空券は普通にお金を払って有償で購入するパターンと、マイルを使って、世界一周航空券を発券するパターン、2パターンがございまして、私たちは後者の ANA マイルを使って世界一周航空券を発券しました。世界一周といえば東回りと西回りの2つあると思いますが、私たちはアメリカ側から入る東回りで世界一周する予定です。先ほどお話した世界一周航空券でのルートというものがベースになってきますが、別途 LCC であったり鉄道であったりバス、そのあたりを自分たちで手配して、行きたいところに行くという、ルートで世界を回っていきます。で、ざっくりのルートとしましては、アメリカから入って、その後ヨーロッパに飛んで、ヨーロッパ各国を巡っていって、その後中東エリアのトルコであったり、その後は、ノマドの聖地って言われているジョージアにも行こうと思っています。そこからはアジアに飛んで、アジアを各国巡った後に、オセアニア、オーストラリア、ニュージーランド、そのあたりも行って、最後日本に戻ってくるという感じです。で、旅のスタイルが暮らすように旅するということなので、一つの国であったり一つの都市に長期で滞在する予定で、行く国の数としては今のところは15から20カ国を、考えています。で、具体的にはまだ確定ではないんですけれども、今目星をつけている国としては
北アメリカの方が、まあアメリカとカナダ。で、それからヨーロッパがポルトガルとスペインとフランスとイタリアとドイツとギリシャと、で、ジョージアか。で、中東がトルコと UAE。で、アジアがタイにベトナム、カンボジア、マレーシア、シンガポール。最後、オセアニアがオーストラリアとニュージーランドを考えています。まあ一旦現時点での、予定なので、やっぱ今後、長期でしか行きづらいような南米の国であったり、まあアフリカまあどうかわからないけど、にも行きたいと、なるかもしれないかなっていうところなんで、まあ基本ね、柔軟に行くところは考えていきたいと思っています。はい。ジョージアに関しましては、オンライン英会話で知り合った先生がいらっしゃるので、先生とぜひ会ってみたいなと思いますし、あと東南アジアが私大好きですので、その中でもタイで朝ヨガをしてみたり、タイ語を習ってみたり、カフェ巡りも欠かせないよね。カフェ巡りもそうしてみたいなと思ってます。でなるべく、現地に触れる旅にしてみたいなと思ってます。次は世界一周の予算と期間についてお話しします。まず期間についてはだいたい半年間、考えています。ただね、世界一周航空券は有効期間が1年間あるので、ある国に行ってもっといたいなって思ったらそこを伸ばしたりすることもできると思っているので、そこは柔軟に行こうと思ってます。で、次、予算ですが、じゃあ皆さんは2人で500万円を考えています。で、昨今ね、円安でさ、なかなか高くなったりしているので、正直ここどうなるかわかんないんですけれども、一旦暫定として500万円想定してます。で、それプラスね、毎日コツコツ貯めてきたマイルであったりポイント、このあたりをうまく活用して旅していきたいと思っています。で、ポイントとかマイルに関してもし興味ある方がいらっしゃいましたらコメントいただければ、また別の動画でお話ししたいと思ってます。それからこの資金をどうするかについてなんですけれども、ここ2人で貯めた貯金を取り崩してではなく私の退職金を使う予定です。で、なかなか退職金を世界一周に使うという方はなかなかいないと思いますし、その退職金をこんな旅行に使って大丈夫かと思われる方もいるかと思うんですけれども、30代まだ中盤なんで、帰ってからお金がなくなったら働ければ良いかと思っているので、一旦この退職金というものは全てこの世界一周に使い果たしてやろうと思ってます。はい。で、この予算を考えるにあたってですが、アジアの国と欧米の国ではやっぱ物価もかなり違うと思うので、エリアごとに分けて予算を今出しています。1日どれくらい考えてますか？宿泊費、食費、その他観光費、交通費含めての1日の想定予算で、例えばまずアメリカとヨーロッパとオセアニアの国では1日35,000円を想定しています。で、内訳としては宿泊費が2万円、食費が12,000円、で交通費、観光費、その他3,000円の合計35,000円。で、アジアとか、中東、ここ微妙ですが、の国々は1日15,000円を今は考えています。で、内訳としては、宿泊費が7,000円、で食費が6,000円、で交通費、観光費、その他が2,000円の15,000円です。で、私たちの期間を考慮すると、だいたい合計が450万になります。で、一応プラスアルファでバッファー予備として50万円を考えていまして、これはやっぱり円安であったり物価高、この辺りの影響を考慮してます
が、まあ希望的にはこれから円高になって、少ない額で抑えられるのが、まあ、一番なんですが、一旦予備としては50万円置いてまして、なので合計としては500万円予算としています。まあ、この予算に関しては旅のスタイル次第で大きく変動する部分で、まあ、私 YouTube で世界一周旅行者の動画を見るのが趣味なんですけど、まあ、1年間で2人で300万円で行く方もいれば、まあ、1000万円以上かけて旅される方もいらっしゃいますので、まあ、私たちのこの予算っていうのも一つの、まあ、参考程度に見ていただければと思います。あとはまあその行く国の数が多いとその分移動とかも増えて、それは飛行機に乗る数も増えることになるので、そこは意外とお金がかかる部分ではないかと思っています。でただ私たちは、まあ、一箇所に長く滞在していくスタイルなので、移動費に関しては結構抑えられてるんじゃないかと思ってます。宿泊についてなんですけど、私たちの夫婦の旅のスタイルが暮らしながら旅するっていうことですので、宿については、結構こだわっていきたいなと思ってます。例えば自然の中にあるお家だったりとか、バルコニーがあってそこで朝食を食べながらゆっくりと時間を過ごしたりとか、理想としては家の前にガーデンがあってそこでピクニックをしながら、ゆっくり読書をしながら時間を過ごすことが、夢でありますので、そういうのができる家であったらいいなと思ってます。そういう意味では私たちは Airbnb をね、利用して、まあ、1ヶ月などの長期滞在を考えていまして、宿泊費がね、結構高い分、まあ、キッチン付きのアパートなので、まあ、自炊をして、食費に関しては極力抑えていきたいと思っています。28日だっけそうが割引できるプランですよね。そう28泊以上すると長期割引が効くので、もし、長期で宿泊して料金を抑えたいっていう人は28泊以上して長期割引を利用するといいかもしれません。この予算に関しては結構ざっくりした感じなので、まあ過去にも世界旅行の経験がある人とか世界一周行った方で、こういうところに意外とお金かかるよとかアドバイスございましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。続いて準備費用についてですが、先ほどまでの予算は実際に現地に行ってからかかる費用に関してで、出発する前の準備費用についてもお話しいたします。まあ主には持ち物などの旅行用品代であったり、あとはビザ代、それから世界一周航空券の燃油サーチャージや空港使用税になるんですけれども、これらが現時点でだいたい100万円ほどかかっています。で、まあ、この費用の大部分がパソコンであったりカメラ、これらを新調したっていうのもありまして、結構高く見えてるかなと思うんですけれども、それらがなければ50万円とか60万円程度で抑えられるかと、思ってます。でなので私たちの場合の世界一周の予算は現地でかかる費用と準備費用、それで含めると約600万円ほどになります。結構大きいね。大きいね。これはもうね、経験に投資するという意味でここはしっかりお金を使っていきたいと思います。最後にこのチャンネルについてですが、私たち夫婦は暮らすように旅することをテーマにしておりますので、有名な観光スポットや人気のお店を紹介するよりは、現地で生活する中で気づきや、あと長く滞在する中で気に入ったスポット、良かった点などをシェアしていきたいなと思います。また日韓夫婦ならではのやりとりやエピソードも一緒に盛り込んでいきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。基本ゆるい旅 Vlog なので、皆さんもその国に
切って生活しているような感覚になって、ゆるーくね、見ていただけると非常に嬉しいです。最後、今後の動画についてですが、世界一周出発前の準備の様子として、世界一周に持っていく荷物の紹介であったり、あとは妻が韓国に里帰りする予定なので、その時の様子なども動画で発信していければと思っていますので、チャンネル登録してお付き合いいただけると嬉しいです。コメントなども大歓迎ですので、いつでもご意見、コメントいただけると嬉しいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。